Scared, Potter? 通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ本日はですね、ブロードウェイ版ハリーポッターからの話題になります。これについてはね、以前もお伝えしました舞台版のハリーポッターと呪いの子ですね。このマルフォイ役に今回ついに映画版でマルフォイを演じたトム・フェルトンが登場しました。するとですね、このトム・フェルトンにとってもね、ブロードウェイ初出演となったんですが、もう会場からはですね、大歓声が湧きまして、最後はね、スタンディングオベーションを受け、このトム・フェルトン、涙を流したというんですね。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなってますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、以前もね、この件についてはお伝えしているんですが、今回ですね、ブロードウェイ版のハリーポッターと呪いの子、このマルフォイ役に、映画版でね、同役を演じました。トム・フェルトンが登場しました。これね、期間限定ですよ、皆さん。見れる人はね、ほんとラッキーだなと思いますが、期間限定でトム・フェルトンが登場するんですね。このトム・フェルトンにとっても、このブロードウェイが初出演、デビュー作となるんですが、ここにね、登場したところ、とんでもない声援というのが湧き立ちまして、この舞台がね、一時ね、進行が中断すると、このようになっているんですよ。ハリーポッターと呪いの子のブロードウェイ初出演で、トム・フェルトンがスタンディングオベーションを受け、涙を流した。そしてここですね。ハリーポッターと呪いの子は死の秘宝の出来事から19年後が舞台になっている。ということでね、ここから年齢を計算しますと、現在のトム・フェルトンとこのドラコ・マルフォイが同い年になるということで、今このトム・フェルトンがこれを演じるというのは、非常に特別な意味があるということですね。トム・フェルトンが火曜の夜、ニューヨークのリリック劇場でついにブロードウェイデビューを果たした。人気のハリーポッターシリーズで演じたドラコ・マルフォイ役を再び演じるために、ハリーポッターと呪いの子の舞台に戻ってきたのだ。38歳になった彼は成長したドラコとして登場し、観客からの大きな拍手喝采を受け、その場で感極まって涙ぐむ場面もあった。今回の出演は26週間限定のもので、2026年5月10日まで続く予定だ。ということで皆さん、来年のね、5月10日までということです。いかがですか？見に行っちゃいますか？このトム・フェルトンといえばですね、JK ローリングの件では、一部ネットではね、もう日本なんかとは比べ物になりません。かなり辛辣な意見も多いんですよ。つまりはアンチ JK ローリングから目の敵にされているんですね。なんですが、この舞台というのはですね、そもそも見たい人が言ってるわけで、本当のハリーポッターファンなんでしょうね。このね、トム・フェルトンが登場したところ、もう大歓声が湧き上がったというんですね。観客からの愛情、舞台ハリーポッターと呪いの子には多くの話題が集まっている。火曜の夜、トム・フェルトンがキャラクターとして舞台に姿を見せると、観客は喜びで沸き立った。その熱気は客席全体に広がり、ほどなくして観客の反応やトムがその反応に涙ぐむ様子を捉えた映像がオンラインに投稿された。ピープル誌によると、観客はトム・フェルトンがハリーポッターシリーズでおなじみの名台詞、怖いかポッターを言った瞬間、拍手と歓声を上げたという。ここはすごかったですね。とんでもない歓声が上がっておりましたが、トム・フェルトンがお辞儀をすると、観客は総立ちで称賛し、彼にとっては胸が熱くなるような瞬間となった。I need a favor. Incarcerate! Scared, Potter?ハリーポッターと呪いの子は死の秘宝の出来事から19年後が舞台となっている。ハリ、ロン、ドラコ、ハーマイオニーの4人も登場するが、物語の中心となるのは彼らの子供でもあるアルバス・セブルス・ポッターとスコーピウス・マルフォイの新たな冒険である。そしてこちらデイリーメールは JK ローリング絡みの件まとめていますね。JK ローリングに忠実な魔法使いトム・フェルトンは
感動的なブロードウェイデビューを果たしながら彼女への支持を続けている。では、今も著者の味方であり続けているのは誰で、彼らのキャリアを築いたその女性に背を向けたのは誰なのか。ね、大体誰なのかわかるような気もしますが、その前にですね、こちらですね、career とあります。こちらが本日のキーワードになります。career。職業人生の中であなたが従事する仕事、または一連の仕事のこと。ということでね、こちらの career というのは、日本語で言うところのキャリアという意味になります。要するに、職歴だとか、この仕事を通じて築いた実績とか、そういった意味ですね。で、本日はですね、意味というよりは、発音というのをね、お伝えしたくって、もうね、お気づきかと思いますが、このね、career というのは、日本語ではね、キャリアと発音するんですが、実際の発音はキャではないんですね。このように、日本で浸透している日本語読みの英語がある単語というのは、日本人にとってね、ものすごく罠になります。このまま英語っぽく発音してしまうんですね。その代表格が、theme。これ日本語でテーマと言うんですが、全然違うでしょ。ということで、日本語読みの英語というのは、あくまでも日本語ですので、このまま英語っぽく発音するというのはやめましょうね。ポカンとされちゃうんだよね。ということで、こちらは、JK ローリングに忠実な魔法使い、トム・フェルトンは、感動的なブロードウェイデビューを果たしながら、彼女への支持を続けている。では、今も著者の味方であり続けているのは誰で、そして自分たちのキャリアを築いたその女性に背を向けたのは誰なのか。ね、誰なんでしょうね。彼は、ハリーポッター出演者たちとの対立の最中でも、ずっと一貫して JK ローリングを支える存在であり続けてきた。そして火曜の夜、トム・フェルトンは、ドラコ・マルフォイ役を再び演じ、物議を醸す著者への忠誠心を改めて示した。38歳の彼は、リリック劇場で上演された、ハリー・ポッターと呪いの子で、ブロードウェイデビューを果たし、カーテンコールでは、感情が溢れて、涙ぐむ場面も見られた。彼が役を再演するという決断は一部から批判されたものの、実際に舞台に立った時は観客の声援があまりにも大きく、トムのセリフがほとんど聞こえないほどだった。この反発というのはね、ほんとひどかったんですよ。詳しくはね、以前の動画ご覧になってください。トムはフランチャイズと JK ローリングの双方に忠誠を保ち続けているが、多くの共演者たちはこのブランドから距離を置こうとしてきた。トムは最近 JK のトランスの権利に関する見解をめぐる論争が舞台出演の決断に影響したかどうか直接聞かれ、こう答えている。いや、影響したとは言えないね。そこまで敏感に追ってるわけじゃないんだ。彼は続けてこう述べた。いつも自分に言い聞かせているのは、僕は世界中を旅できるほど幸運だったということなんだ。今もこうしてニューヨークにいる。そして、ポッターほど世界を一つにしてきたものを僕は他に見たことがない。彼女はその立役者なんだ。だから本当に感謝している。トムのこの発言は JK ローリングへの最新の公然たる支持表明となった。ということでね、このトム・フェルトンは一貫してね、この JK ローリングを批判するのではなく、感謝を述べるという姿勢を崩していないんですね。トムと同じように発言している人は彼だけではなく、ヘレナ・ボナム・カーター、レイフ・ファインズ、ジェイソン・アイザックス、そしてロビー・コルトレーンも、これのハグリッド役を演じていた彼ですね。もう亡くなってしまいましたが、彼らも JK ローリングを擁護する発言をしている。ベラトリックスを演じたヘレナは JK ローリングに対する魔女狩りのようなキャンセルカルチャーへの嫌悪感を公言している。彼女は人の私生活を細かく見ればキャンセルされるであろう人なんて何百万人といると主張した。一方、映画シリーズで愛されるハグリッドを演じたロビー・コルトレーンも流れに逆らうようにして2022年に亡くなる前に JK ローリングへの支持を表明していた。2020年9月、ロビーはレディオタイムズにこう語っている。JK が言ったことは本当に攻撃的なものだとは思わない。なぜだかわからないけど、Twitter 世代には傷つくのを待っている人たちがたくさんいるんだ。これは年寄りの愚痴みたいなもんだけど、ついもういい加減にしろよと思ってしまうんだ。もっと賢くなって背筋を伸ばして前に進めばいい。そんな騒ぎには関わりたくないんだ。だって年齢的にはもうヘイトメールだのなんだのそんなものに巻き込まれる必要なんてないからね。ということでね、ここからは、当然ね、この3人について書かれているわけですが、これについてはね、このチャンネルで散々取り上げてますんで、ぜひね、過去の動画ご覧になってください。特にね、こちらのエマ・ワトソンに関しては、最近ね、この時勢を見て、JK にすり寄ってるんじゃないのなんてことも言われておりまして、日本でもね、大変批判されていましたよね。なんですが、そんな中、こちらのね、トム・フェルトンは、一貫して JK ローリングへの感謝を表明していたと。この方なんかドクターなんですかね。一般の方のようですが、このデイリーメールの記事紹介しています。ちょっとこれがね、めちゃくちゃバズってるんで見ていきますね。キャスト全員の中で唯一ちゃんと背骨があるのが、よりによってハリーのライバルだなんて皮肉で私的なんだ。ね、これもうみんな言いますよね。結局悪役が一番ちゃんとしてるじゃないかと。JK ローリングはハリーポッターの子役たちについて興味深い指摘をしている。彼女が最初のハリーポッターを書いていた頃、自身は生活に苦しんでいた。しかし、ハリーポッターに出演した子供たちは、子供の頃にすでに億万長者になっていた。彼らの人生で一度たりとも困難を経験したことがない。だから例えば、ロッカールームの問題を見て、トランス女性は女性用ロッカーを使うべきだと簡単に言えてしまう。彼ら自身はロッカールームを利用する生活を一度もしていないからだ。
エマ・ワトソンは公共のジムなんて使ってないし、見知らぬ男性が裸でいる空間で着替えたり、シャワーを浴びたりする必要もない。これはもうまさにね、ゴールドジムの件ですよね。エマ・ワトソンはね、これを擁護するようなことを言うけども、結局こんな目にあったことないでしょうということは多くの方が指摘していますよね。さらに皮肉なのは、レイフ・ファインズ、ヘレナ・ボナム・カーター、そしてここでのトム・フェルトンのようなシリーズの悪役たちの方が実際にはローリングを擁護し、彼女への感謝を公然と示しているという点だ。トム・フェルトンが呪いの子の舞台でドラコ・マルフォイとして登場した時、観客の拍手があまりにも大きく、しかも長く続いたため、公演を一時中断しなければならなかった。彼が笑みをこらえて唇を震わせているのが見えたよ。本当にふさわしい評価だし、彼が JK に背を向けなかったのが大好き。数少ない一人だよね。彼の成功を心から願っている。これは本当に美しい光景だ。トムよくやった。JK もよくやった。当然の評価だ。現実では全く嫌な人間ではないのに、あれほど説得力のある悪役を演じられる俳優はそう多くない。本物の実力だ。どうやらトム・フェルトンは撮影現場ではキャストの中で最もいい人間だったらしく、彼のキャラクターとは全く正反対だったようだ。素晴らしい。トム大好き。彼が今度のシリーズでルシウス・マルフォイ役にキャスティングされるところを見てみたかった。トム・フェルトンはハリー・ポッターで最高の子役の一人だった。また彼を見られるのが本当に嬉しい。彼はとても良識のある、感じのいい男に見えるしね。本当にその通りです。トムは立派な人間です。ヒーローの物語。はい、ということで本日はですね、ついにブロードウェイ版ハリーポッターと呪いの子のドラコ・マルフォイ役にトム・フェルトンが登場しまして、劇場が大歓声に包まれたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。いやー、どうですか。歓声はすごいですね。特に怖いのかポッター。あそこでの歓声はね、ひときわすごかったような気もしますが、先ほどもね、少し見ましたが、このチャンネルでもお伝えしました。つい最近ですね、エマ・ワトソンの騒動でね、正直彼女は、少なくともネットではね、相当株を落としたんじゃないかなというような気もしますが、これってでも本当に皮肉じゃないですか。なんて言うんでしょう。人生の読めなさみたいなのを感じると言いますか、一見するとね、役者としては正直、トム・フェルトンとエマ・ワトソンでは、エマ・ワトソンの方が成功してるように見えてましたよね。実際ね、今日勉強しました。キャリアとしてはね、美女と野獣に出てみたり、結構華やかな世界にいたのはエマ・ワトソンじゃないですか。で、そんな中ね、以前も少し見ましたが、このトム・フェルトンというのはね、JK ローリングをずっと支持し続けて、この舞台に決まった時もね、お前にはドラコしかないのかと、こんな役にしがみつくしかない俳優なんだ。そんなこと言われていたわけですよ。でもどうですか？これだけの時を経てね、ハリーポッターファンからあれだけの歓声を受けるって、役者冥利に尽きるんじゃないですかね。だってここにエマ・ワトソンが出てきても、当然ね、セレブが目の前にいるということで、歓声は湧くことは湧くでしょうが、ワンチャンブーイングもあり得るでしょう。だからハリウッド的な尺度で言うとね、エマ・ワトソンの方が成功しているのかもしれないけど、それでもトム・フェルトンの方が豊かな役者人生を歩んでいるように、フクタには見えるんですよね。ちょっとね、壮大な話になってしまいますが、すごく深い意味での人生の生き方みたいなのを考えさせられる一件ですよね。最近出てきたこの二人の話題のコントラストというのがね、非常に大きく見えた一件なんじゃないかなと思いますが、皆さんのご意見もね、ぜひ聞かせてください。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。